それではピラミッド建設に携わった労働者の実態について最新の研究成果をご紹介します。ピラミッドといえば古くから奴隷が酷使された代表的な建造物だと考えられがちでした。しかし近年の発掘調査の結果、実際にはかなり異なった実態が明らかになってきています。エジプト考古学の権威であるマーク・レナー博士らのチームはピラミッド建設現場の近くから巨大な労働者村の遺跡を発見しました。そこから出土した骨格の分析を行ったところ、驚くべき事実が判明したのです。彼らの研究によると、骨格の大半は20代から30代の若年男性のものでした。しかも栄養状態は良好で、明らかな虐待の痕跡は認められなかったというのです。さらに骨からは食生活の中に肉類なども含まれていた形跡が見られました。これは単なる奴隷であれば考えられない待遇です。つまりピラミッド建設に従事したのは一般の労働者階級だったことが裏付けられたわけです。また遺跡からは大量の石皿やパン焼き窯の存在も確認されています。これは規模の大きな給食施設の存在を示しており、組織的に食事が提供されていた証拠と考えられています。一方で一般市民の住居跡と比較すると、労働者村の方が家屋の広さや作りが優れていたことも分かっています。つまり一般市民より手厚い宿舎が用意されていたというわけです。さらにレナー博士は同じ発掘現場から多数の肩甲骨骨折の痕跡を発見しました。これは過酷な重労働によるものと考えられています。しかし骨折した部位が一様でないことから作業の種類によって異なる負担がかかっていたことも分かりました。つまり単純な重労働ではなく分業体制が組まれていたと考えられるのです。ではこのような労働組織を支えた背景には何があったのでしょうか。その答えの一端は同じくギザの遺跡から発見された給与明細書の存在から見えてきました。これは石板に記された労働者の氏名と受け取った穀物の量が記載された文書です。つまり報酬としての食料支給があったことがわかります。さらにその支給量には個人差があり、役職や技能レベルによる差別化がなされていたようです。このようにしっかりとした報酬と待遇の差があった事実は、ピラミッドの建設作業が単なる奴隷労働ではなく、高度に組織化された有償労働であったことを示しています。一体なぜこのように労働者の処遇が重視されたのでしょうか。その背景には当時の人口動態が大きく関係していたと考えられています。当時のエジプトには人口が大幅に増加していた可能性が指摘されています。つまり労働力が相対的に不足していたのです。そのような状況下で大規模な国家的プロジェクトを成功させるにはしっかりとした労働力の確保が不可欠だったはずです。そのためエジプト王朝は有能な若年層の男性労働者を集めるための手厚い待遇を用意した可能性が高いのです。報酬、宿舎、食事、医療といったさまざまな面での手厚い処遇は優秀な人材の確保と定着を目的としていたのだと考えられています。そして高度に組織化された分業体制と階層構造を設けることで限られた労働力の中から最大限の生産性を確保しようとしていたのではないでしょうか。実際レナー博士の発掘調査では従事期間が長期だった労働者ほど出世の機会があったことも示唆されています。つまりインセンティブとして昇進のチャンスが与えられていたわけです。このように専門技能の継承や熟練者の待遇改善などにも重きが置かれていたと考えられています。
高度な科学技術を伴うピラミッド建設という難しい課題を遂行するためには、このような工夫が不可欠だったのです。まさに、ピラミッド建設を主導したのは、前例のない大規模なプロジェクトマネジメントと人的資源管理の知識だったと言えるでしょう。単なる奴隷労働ではなく、当時としては最先端のマネジメント手法が導入されていたことがわかります。そしてそのおかげで、有能な労働者を引きつけ、最大限のモチベーションと生産性を引き出すことができたのです。このようなマネジメントの仕組みも、ピラミッドの建設が短期間で成し遂げられた一因だったことは間違いありません。ピラミッド文明の技術的な優秀さと同様に、その経営手腕の高さも見逃せない点なのです。先ほどお話しした通り、ピラミッド建設には前例のない大規模な労務管理が行われていたと考えられています。しかし最新の発掘調査では、さらにその手法の高度差が明らかになってきました。実はギザ遺跡から古代エジプトの労務管理に関する膨大な文書の断片が発見されているのです。これらはギザアーカイブズと呼ばれ、専門家の間で熱心に研究が進められています。その中でも注目されているのが派遣労働者リストと呼ばれる一連の文書文です。これには全国から徴用された労働者の出身地や技能、健康状態などが細かく記録されていました。つまり全国規模での人材募集が行われ、適所適材による人員配置が徹底されていたことがわかります。さらにこの人材データは、近年になって発見された技能評価表と照らし合わせて分析されています。評価表には、個々人の技能レベルや作業成績、賃金支給額などが記されていました。つまり人事評価制度の存在が明らかになったわけです。優秀な人材に対しては報酬を増額する一方で、不適格者は配置転換や解雇処分にする厳格な評価とフォローアップが行われていたようです。このように徹底した人材マネジメントが実施されていた背景には、ピラミッド建設の高度な技術要求があったと考えられています。例えば石材の加工には正確な斜面切断や研磨技術が必要でした。実際、ギザで発見された石材の切断面には、現代の機械加工とも勝る高精度な切断痕が残されていました。その加工精度は5ミクロンを切るものもあり、熟練の石膏の技能の高さがうかがえます。また通路の作りなどからは、複雑な三角関数計算に基づくレイアウト設計がなされていたことも判明しています。つまり高度な算術幾何学の知識が必要とされていたのです。その他、レバーやローラー、滑車などの力学的機構の活用に加えて、一部の石材には水圧を利用した痕跡も認められています。つまり流体力学の応用まで行われていた可能性があります。一方で、労働安全衛生面での配慮も伺えます。発掘から安全ロープや防護ヘルメットなどの存在が確認されており、一定の災害予防策が講じられていたことが分かっています。また、骨傷の痕跡から、怪我人に対しての手厚い治療と休養期間の付与があったことも指摘されています。つまり現代に通じる労働災害対策と社会保障の原型があったと考えられるのです。さらに興味深いのが、エジプト人以外の外国人技術者の存在です。外人労働者リストには、様々な出身地の名が見られ、遠方からの技術者招聘が行われていた形跡があります。特に注目されているのが、古代ギリシアやフェニキア人の名前が多数見られることです。つまり当時としては最先端の職人技術を持つ人材が積極的に確保されていたのです。建設の最盛期には3万人を超える人員が動員されていたと推定されています。
しかしその中でも特に高技能を持つ職人は他の労働者とは明確に区別され、手厚い優遇処分を受けていたようです。まさに先端技術を持つスペシャリストと呼べる存在だったのかもしれません。そうした高度な専門人材の存在なくしてピラミッド建設は成功し得なかったはずです。またピラミッド建設が最盛期に達すると限界集落現象が顕著に現れたという証拠もあります。つまり専門労働者の大集中が起き、食料調達や居住地の確保が大きな課題となったようです。こうした課題に対しては集中管理による食料供給システムと大規模な労働者居住区の建設が行われました。現代の農村に相当する規模の集中施設の建設がプロジェクトの大前提として必須だったのです。このように最新の考古学的証拠からピラミッド建設には最先端の人的資源管理が不可欠だったことが明らかになってきました。適材適所の徹底した人員配置、組織的な技能評価制度、外部からの高度専門人材の確保など、まさに現代の企業経営に通じる高度なマネジメントが実践されていたのです。そしてこうした人的資源活用の仕組みなくしては、数々の難工事を短期間で遂行することは不可能だったはずです。つまり優れた科学技術はもちろんのこと、時代を先取りした経営手法の存在も、ピラミッド建設の成功の大きな鍵だったと言えるのです。